今日はパリパリ生チョコを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、パリパリ生チョコを作っていきたいと思います。今回の生チョコなんですが、外はパリパリで中はとろける食感の美味しい生チョコに仕上げていきます。さらに材料はたったの3つで作ることができます。そして今回は簡単なラッピング方法もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ブラックチョコレート、生クリーム、コーティング用のチョコレート。こちらの3つの材料で作っていきます。まずですね、チョコレートなんですが、今回は明治のブラックチョコレートを使っていきます。こちらはガーナのブラックチョコレートを使っていただいても OK です。必ずブラックチョコレート、またはカカオ 50% 台のチョコレートを使うようにしてください。そして生クリームですね。今回使うのは動物性の乳脂肪分が 35% のものになります。40% 台でも作ることはできるんですが、少しね、分離しやすいので 35% 台のものを使っていただくのがおすすめです。そしてコーティング用のチョコレートなんですが、今回はこちらテンパリングがいらないチョコレートを使っていきます。普通のチョコレートにも使えるんですが、こういったねコーティングにも使えるチョコレートになってます。こちらね、スーパーに売ってたんですけれども、100円ショップのダイソーさんでもコーティング用のこういったチョコレートが売ってますので、こちらもチェックしてみてください。あとは富澤商店さんにもね、コーティング用のチョコレートが売ってますので、ぜひチェックしてみてください。板チョコを使ってコーティングすることもできるんですけれども、テンパリングという作業が必要になってきますので、テンパリングなしで使えるチョコレートを使っていただくといいかなと思います。そして今回は15センチのスクエア型を使用していきます。ここにですね、四角くり抜いたクッキングシートを内側に敷いてください。クッキングシートが内側に入ってしまいますので、こちらをね、クリップで留めます。反対側も同じように留めてください。で、このようにね、ピンと張った状態を作っておきましょう。こちらをですね、必ず一番初めに用意しておいてください。それでは早速作っていきます。まずはじめにチョコレートを細かく刻みます。手で砕いてしまうとね、結構大きく割れてしまってチョコレートが溶けにくくなってしまいます。なのでできるだけね、細かめに包丁で刻むようにしてください。4枚だとちょっとやりにくいので2枚ずつね、刻んでいきます。できるだけ細かめにね、刻みましょう。はい、このようにできるだけ細かめに刻んでください。刻んだものはですね、このような耐熱のボウルに入れましょう。そういうのもですね、この後温かい生クリームを入れてチョコレートを溶かすんですが、その時チョコレートが溶けきれなかった場合は電子レンジを活用していきます。なので今回は耐熱のボウルに入れてください。ではね、こちらのチョコレートをボウルの中に入れます。はい、このようにボウルに入れてください。それではね、残りのチョコレート2枚も同じように刻んでいきます。はい、このように刻みます。そしたら残りのチョコレートもボウルの中に入れてください。はい、このようにチョコレートを細かく刻んでください。それでは続いて小鍋で生クリームを温めます。生クリームを入れてください。そしてこちらを火にかけます。火加減中火です。こちらを沸騰直前まで加熱していきます。沸騰させてしまうと膜が張ったりしてしまいますので、沸騰させないようにだけ注意してください。加熱している最中は温度が均一になるように混ぜながらね、加熱してください。はい。で、こんな感じでね、鍋肌がふつふつしてきたら火を止めます。はい。そして火を止めたらチョコレートに回しかけます。ゆっくり中心部分から混ぜていきましょう。はい、今ね、まだこのようにチョコレートがところどころ溶けていない状態になってます。そうしましたら一度こちらをね、電子レンジで軽く加熱します。ラップはせずにこのまま電子レンジ 600W で30秒加熱してください。はい、
30秒加熱しました。そしたらもう一度大きくよく混ぜるようにしてください。チョコレートを溶かす時なんですが、その作る環境のね気温によって温めた生クリームの温度が下がるのが早くなる時があります。そうするとこのようにねチョコレートが1回で溶けなくなります。なのでそういった時はねこのように電子レンジで軽く温めてみてください。そうするとチョコレートがきれいに溶けます。はい、これで OK です。このように綺麗に溶けるまで混ぜてください。それではね、容器の中にチョコレートを流し入れます。はい、そして全体を平らにしていきます。こんな感じでね、だいたい平らになれば OK です。そしたらですね、上にラップをかけて、そしてこのまま冷蔵庫で5時間から6時間ほどしっかり冷やしてください。はい、生チョコが冷やし固まりました。それではね、クリップを外します。生チョコを切っていきます。まずね、型から外してください。よいしょ。そしてクッキングシートを剥がします。側面のクッキングシートを剥がしたら、上にクッキングシートをまたかぶせて、そして裏返します。そして底のクッキングシートをまず剥がしてください。リリリリと。で剥がしたら今からカットしていきます。今回は3センチ角の大きさで切っていきます。だいたいね 2.5 センチから3センチぐらいの幅で切っていただくといいかなと思います。それではね、まずはじめに定規をね下に当てて3センチ幅のところに印をつけます。くるっと回転させて、そしてまた同じようにね3センチのところで印をつけます。でこのように印をつけたら、あとはね包丁でカットしていきます。カットする時なんですが、包丁の刃先をお湯で温めて水分を拭き取ってから切ってみてください。そうするとね切りやすくなります。ではカットしていきます。でカットしたらねちょっと離しましょう。チョコレートがねついていると切りにくいので、毎回ね包丁はね綺麗にしていただくといいかなと思います。はい、このように切ってください。ではこちらを1粒ずつ切り離していきます。はい、このようにカットしてください。そうしましたら一度こちらをね冷蔵庫で冷やします。それではねコーティングの準備をしていきます。まずボウルにねチョコレートを出して、そして別のボウルに60度前後ぐらいのお湯を張ってください。そしてここにボウルを置いて、そしてチョコレートを湯煎で溶かしていきましょう。このねコーティング用のやつはねこのまま刻まずに溶かして大丈夫なので、すごく楽ちんだと思います。これでね溶かしていきましょう。はい、このように綺麗に溶ければ OK です。そうしましたらこういったねプリンカップのようなものを用意してください。ここに溶かしたチョコレートを入れます。でこのような容器に入れてください。コーティング用のチョコレートはねすぐ固まってしまいますので、ちょうど入るぐらいのね容器に60度前後のお湯を張ってこの中に入れといてください。それではコーティングしていきます。こういったバットにクッキングシートを敷いてください。コーティングする時は今回ねこういったチョコレートフォークというものを使います。チョコレートをねコーティングする時とかに使ったりするんですけれども、ネットなどで購入することができます。ただねスーパーとかには売ってないので、こういったねちょっと先の細いフォークを使っていただいても OK です。今回両方使ってやっていきたいと思います。まずね普通のチョコレートフォークの方ですね、こちらでやっていきます。ではねコーティングしていきます。この中にチョコレートを入れて、で素早く沈めて、そして取ります。チョコレート温かいのですぐね取り出すようにしてください。しっかりチョコレートを切ってクッキングシートの上に置きましょう。あんまりね長い時間このねコーティングチョコレートにチョコレートを浸してると生チョコが溶け出すので、素早くやるようにしてください。では普通のフォークでもやっていきます。同じようにポシャンと落として全体に沈めて、そして取り上げます。でフォークの方がねチョコレートが残りやすいので、しっかりめにチョコレートを縁で切ってください。そしてクッキングシートの上に出しましょう。でこの作業もね素早く行ってください。フォークだとこんな感じです。このようにねフォークでも綺麗にできますので、しっかりチョコレートを切ってやってみてください。それではね残りも同じようにコーティングしていきます。
はい、コーティングが終わりました。全部バットに乗り切らなかったんですが、こんな感じでねコーティングしてます。このようにねコーティングチョコレートは非常に固まるのが早いです。それでは一度ねこのまま完全に固めたいと思います。冷蔵庫で10分ほど冷やしてください。では続いて簡単コルネの作り方をご紹介します。まずねクッキングシートをこのように三角形に切ってください。今ね底辺がだいたい25センチぐらいの長さになってます。こちらの大きさはだいたいで大丈夫です。まずね底辺の真ん中ぐらいを押さえます。そしてまずこちらの端をくるっとひねって、そしてこの頂点と合わせます。このように合わせてください。そしたら反対側も同じようにくるっと回って、反対側は後ろから頂点と合わせます。このように合わせてください。そしたらこのね合わさった角の部分をホチキスで留めます。そして内側に1回、そしてもう1回折り込んでください。でこれで簡単コルネの完成です。そしたらこういった容器何でも大丈夫です。このように立てかけます。そしてこの中にね余ったチョコレートを入れましょう。あまり入れすぎないようにね注意してください。はい、このようにチョコレートを入れてください。そしたら口を閉じます。そして両方の角を折ります。折り込んでこちらも折り込みます。でハの字にするイメージですね。そしたらこの上の部分も折り込みます。あとはもう一回ねホチキスで留めましょう。これで簡単コルネの完成です。あとは使う時に口を切って、そして使ってください。裏側はこんな感じになってます。すごく簡単にできますので、ぜひやってみてください。それではコーティングが固まったので、最後こちらでトッピングしていきます。それではこの口を切ります。細く切ってください。よいしょ。あとはくるくる描きたいと思います。ではいきます。はい、こんな感じです。このようにね細く描いてみてください。こうしていただくとねランダムな柄になってねいい感じに仕上がります。ではねこちらのコーティングもこのまま乾かしたいと思います。それでは簡単なラッピング方法をご紹介していきます。まずこういったね透明の袋ですね。ちょっとこれはね柄が入ってるものになります。そしてマスキングテープと、あとは食べる時に使うこういったフォークもね今回はつけたいと思います。で今回のはねマチ付きじゃない袋を用意してください。まずこの中にねチョコレートを入れます。チョコレートを入れる時はねこういったね袋よりもちょっと長めのクッキングシートを用意して、まずねこちらを袋の中に入れます。このように入れてください。あとはここにチョコレートを入れます。チョコレートが入ったらクッキングシートは抜きましょう。そうするとね袋を汚さずに入れることができます。そしたら続いて、通常ね袋閉じる時はこのように閉じると思うんですが、今回は逆側の端と端をくっつけてこのようにピタッと口を閉じてください。そして折りたたんでいきます。こんな感じで折りたたんでください。そしてこの巻き終わりをマスキングテープで留めます。そうするとこのように可愛い三角の包みになります。あとはねここにピックをつけたいと思います。こういったシールを貼っていただいて、そして端っこにピタッと貼っていただくといいかなと思います。こんな感じです。このようにするとねすごく可愛く仕上がります。ぜひこちらも参考にしてみてください。はい、これでパリパリ生チョコの完成です。こんな感じに仕上がりました。外側がパリパリで中はとても滑らかな生チョコに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。外がパリッパリです。すごく美味しいです。この食感の違いが最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のパリパリ生チョコのポイントです。まずチョコレートに関しましては、今回はブラックチョコレートを使ってます。こちらミルクチョコレートを使っていただいても大丈夫なんですが、その場合は1対1の分量で作っていただくといいかなと思います。そしてチョコレートと生クリームを合わせる時なんですが、まずはじめにチョコレートは細かめに刻んでください。そうすることでチョコレートがね溶けやすくなります。そしてその後ですね、温めた生クリームを入れて一度よくかき混ぜてください。
い。1回だけだとねチョコレートが全部溶けないので、よく混ぜた後にそのまま電子レンジ 600W で30秒加熱してください。ここであんまり加熱しすぎるとチョコレートが焦げてしまいますので、一度に30秒以上は加熱しないようにしてください。で、今回私はですね 600W の電子レンジでね行ってるんですけれども、こちら 500W を使う場合はプラス10秒から20秒ほど加熱してみてください。そして電子レンジで加熱した後、もう一度よく混ぜてしっかりチョコレートを溶かしてください。あとは準備しておいた容器の中に流し入れて5時間から6時間ほどしっかり冷やし固めてください。冷蔵庫で冷やす時なんですが、普通のね冷蔵のところよりも野菜室で冷やすのがおすすめです。もし野菜室がある冷蔵庫であれば野菜室で冷やすようにしてください。そしてコーティング用のチョコレートに関してなんですが、今回ですねテンパリングがいらないコーティング用のチョコレートを使用してます。コーティング用のチョコレートは100円ショップのダイソーさんでもねたまに売ってたりしますので、ぜひチェックしてみてください。あとは富澤商店さんやネットでも購入することができると思いますのでチェックしてみてください。そしてコーティング用のチョコレートを溶かしたら、プリンカップのような底の高さがあるものに入れ替えていただいて、フォークまたはチョコレートフォークなどを使ってコーティングしてください。この時注意していただきたいのが、生チョコねあんまりねコーティングチョコレートの中に入れすぎてしまうと生チョコが溶けてしまいますので、コーティングする作業は手早く行うようにしてください。そしてコーティングが終わったらクッキングシートの上に置いて、そして一度冷蔵庫で冷やし固めてください。そして今回ですねトッピングに細いチョコレートを上にかけました。こちらはですねクッキングシートを使って簡単にコルネが作れて、さらにですね余ったチョコレートで作れますので、ぜひ合わせてやってみてください。そして今回はですねラッピング方法もご紹介しました。こちらのラッピングも100円ショップのもので作れたりしますので、ぜひ合わせてやってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はパリパリ生チョコを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。